さんこんにちは。今日はパームスプリングスの航空博物館に来ています。毎日オープンしています。お金さえ払えば実際の飛行機に乗せてくれて飛んでくれます。この B17 の中に入りますが、その前に係員の人が説明をしてくれました。その一部をどうぞ。 Okay, you have 3 fuel tanks on either side. You have 4 1200 horsepower motors. Wow. Okay, the outside of the plane is about as thick as your credit card. Really? Yes. Wow. The stronger part of the plane is this here. This is made of quarter-inch steel. Yeah. Okay. Do you have any questions? No questions No? so far. You're Thank you. okay. Sure. Okay. それでは実際に入ってみましょう。まず入ると前方からの敵を撃ち落とすためのマシンガンがある部分に着きます。そこから狭いところを登るとコックピット、操縦席がある部分に到着します。なんかゴキブリみたいに出てきてすいません。これがコックピットです。そして爆弾を投下するところの真上のやったら細いところを進みます。爆弾は搭載していないんですけれども、なんとなくドキドキしてしまいます。ここが無線室、ラジオ室になります。メンフィスベルという映画の中に入ったような錯覚を覚えます。そしてこの床の下にあるのがボールターレットと呼ばれる一人の人が入り、下から来る敵を攻撃する丸い部分になります。一人がやっと入れる大きさなので、ここに入る人だけはパラシュートをつけられなかったそうです。ここには左右から来る敵のためのマシンガンもあります。さすが空飛ぶ要塞と言われただけあります。一旦外に出て後ろからの敵を撃ち落とすマシンガンのある部分を見ます。すっごく狭いです。これがボールターレットの中になります。こんなにさらけ出されたところなので、自分だったら敵が来る前に中に入っただけで気絶するかもしれません。こんな小さなところに4時間から10時間もいなくてはいけなかったみたいです。ここの航空博物館は主に第二次世界大戦とベトナム戦争と朝鮮戦争で活躍した飛行機を集めてあります。今爆撃機の下を歩いているんですけれども、皆さんどのものかお分かりになるでしょうか。お見せいたしますね。なんかすっごい大きいのでたどり着くまで大変なんですけれども、これです。ハリウッド映画のメンフィスベルという映画で有名になった飛行機です。この飛行機は1991年に日本で公開された映画メンフィスベルの撮影に使われた飛行機です。この最後の任務が無事終わればアメリカに帰れる。僕たちは絶対に生きて帰るんだという10人の若者たちを乗せたメンフィスベル。映画をまだご覧になったことがない方はぜひぜひご覧ください。
ここの博物館には70機以上の飛行機が展示されており、2機を除いては全て飛行可能ということです。各所に係員の人やボランティアの人たちがいて、いろんな説明をしてくれ、他の博物館と違い人の温かみが感じられるところでした。このセクションでは太平洋戦争で日本軍と戦った飛行機が展示されています。すごいですよ、みんな大きいです。今こうやって日本人の自分がアメリカの戦闘機の間を歩いている平和な時代をとてもありがたく感じています。こちらが有名な P51 マスタングと呼ばれる飛行機になります。飛行機のことに全然詳しくない自分は、映画トップガンで出てきた F14 トムキャットを見ると、やっと知ってる飛行機が出てきたとほっとします。なんとステルス戦闘機もあります。すごいです。日本人の自分が見ちゃってもいいんでしょうか。なんか軍事機密を見てしまったようでドキドキしますと思いながらも、コックピットの動画はバッチリ撮りました。ここで博物館の皆さんにメッセージです。 I thank all the docents and volunteers for making my visit so wonderful. You are the best part of the museum. Thank you very much. はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。飛行機に興味がある方はぜひぜひおすすめですので来てみてください。それではまた来週、さようなら。